お久しぶりです。オスマンの時計クラブです。約10ヶ月ぶりの復帰第1弾。今回はどうしても皆さんに紹介したい驚くほどコストパフォーマンスに優れた時計の物語です。マイクロソフトの共同創業者として知られ、世界有数の大富豪でもあるビル・ゲイツ氏。彼がテレビ番組に出演した際、その腕につけられていた時計が時計メディアによってカシオの MDV106 ではないかと特定され、大きな話題になりました。ただし、ゲイツ氏本人がモデル名やこの時計を選んだ理由を公式に語った記録は確認できません。それでも、どんな高級時計でも選べる人物の腕元で100ドル以下で購入できる実用時計が注目されたという事実は多くの時計ファンを驚かせました。今回は海外でカシオデュロ、そして文字盤のロゴからカシオマーリンとも呼ばれる MDV107 と日本で正規販売されている現行モデル MDV107 の魅力、違い、そして少し複雑な歴史を詳しく解説していきます。まず、この時計の基本的な魅力を見てみましょう。ケースにはステンレススチール、風防には無機ガラスが使われています。20気圧、海外表記では200メートルの防水性能に加え、逆回転防止ベゼルとスクリューバッグを備えています。MDV106 にはねじ込み式のリューズも採用されています。ただし、ここで重要な注意点があります。MDV10 と MDV107 は ISO 規格に準拠したプロフェッショナル用ダイバーズウォッチではありません。カシオは MDV107 をマリンスポーツ向けの20気圧防水モデルとして紹介しています。水泳やシュノーケリング、海辺でのアクティビティには心強い存在ですが、空気ボンベを使うスクーバダイビングには使用しないよう案内されています。また、入浴やサウナ、石鹸や洗剤を使う場面での着用も避けるのが安全です。それでも1万円前後の価格でステンレススチールケース、逆回転防止ベゼル、20気圧防水、そして扱いやすいクォーツムーブメントを備えていることは、この時計の大きな魅力です。ゲイツ氏本人が選んだ理由を語ったわけではありませんが、実用性、価格、扱いやすさを重視した時計であることは間違いありません。その合理的な特徴が彼のイメージと重ねて語られるのも理解できます。ただし、これはあくまで時計ファン側の解釈です。サイズは MDV107 の場合、横幅 40.2 ミリ、厚さ 12.1 ミリ、縦方向 49.5 ミリで、重さは 92 グラムです。比較的大きな時計なので、腕周りによっては存在感が強く感じられるかもしれません。カジュアルな服装との相性は特に良く、ベルトをメタルブレスなどに交換すれば、オフィススタイルにも取り入れやすくなります。さて、ここからは MDV10 と MDV10 の歴史を見ていきましょう。MDV106 は2011年6月に登場しました。カシオが時計メディアのホディンキーに伝えた情報によると、発売から2021年までに世界でおよそ60万本が販売されたとされています。MDV106 の文字盤と裏蓋にはカジキ、英語でマーリンと呼ばれる魚のロゴが描かれています。このロゴからカシオマーリンと呼ばれ、海外ではカシオデュロの愛称でも親しまれるようになりました。一方、日本では2022年5月にマーリンロゴのない MDV107 が発売されました。ロゴが消えた理由については、ライセンスや権利上の事情が関係していると多くの時計メディアで説明されています。しかし、カシオから詳しい公式説明が発表されたことは確認できません。また、MDV106 が世界中で完全に生産終了したわけでもありません。日本やヨーロッパの一部では MDV107 が販売される一方、アメリカなどでは現在もマーリンロゴ入りの MDV106 が公式ラインアップに残っています。つまり、106から107へ世界共通で完全移行したのではなく、市場によって販売されているモデルが異なるのです。日本正規モデルの MDV107 には、ブラック、黒と青、赤と青の3種類が用意されています。黒と青の組み合わせは、時計ファンの間で、いわゆるバットマン、赤と青はペプシと呼ばれることがあります。ただし、これらはカシオの正式名称ではありません。メーカー希望小売価格は税込み1万1000円。
販売店やセールの時期によっては1万円を元回る価格で購入できることもあります。この価格でステンレススチールケース、二重気圧防水、逆回転防止ベゼル、平均月差プラスマイナス20秒のクォーツムーブメントを備えているのは同価格帯の中でも非常に魅力的です。純正モデルには樹脂バンドが装着されていますが、ラグ幅は一般的な 22mm、ナトーストラップに交換すればボンドウォッチを思わせるミリタリーな雰囲気を楽しめます。ステンレス製のブレスレットに交換すれば時計全体の印象が引き締まり、価格以上の高級感を楽しむこともできます。時計本体が比較的手頃だからこそ、様々なベルトで着せ替えを楽しめることも、デュロが世界中のファンから愛されている理由の一つです。この時計の魅力は、単に大富豪がつけていたという話だけではありません。2011年から続く人気、地域によって異なるマーリンロゴ、1万円前後とは思えない実用的なスペック、そして自由度の高いカスタマイズ性、こうした要素が組み合わさって、MDV10M と MDV107 は現代を代表するハイコストパフォーマンスウォッチとして支持され続けているのです。さて、皆さんならマーリンロゴが魅力的な MDV106 を選びますか？それとも日本で購入しやすくシンプルな文字盤を持つ MDV107 を選びますか？持っている方はどんなベルトに交換して楽しんでいるのか、ぜひコメント欄で教えてください。